キャプチャーボードを開発って25台以上。どうも、しばです。今回はアバメディアの BU113 というキャプチャーボードの性能レビューをやっていこうと思います。ゲーム映像やカメラ映像を録画配信するためにキャプチャーボードが欲しくて Amazon や楽天などで調べていると、アバメディアの BU113 という製品が気になった人もいるのではないでしょうか。この製品はカメラ用のキャプチャーボードとして販売されており、今回はこの製品を提供していただけたので実際に使用してみたのですが、ゲーム実況用としても使える非常に高性能な製品だったので、その魅力をレビューしていくのはもちろん OBS での実際の使い方についても解説していこうと思います。ちなみに説明欄に動画の目次を記載していますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しているので、うまく活用しながらチェックしてみてください。それではまず最初に BU113 の性能について解説していこうと思います。すでにこの製品を購入していて設定方法を早く知りたいという人は動画目次から使い方を解説している項目に飛んでみてください。それでは BU113 の特徴を先に言ってしまうと、メリットとしては 4K60fps までの映像を入力することができる。4K30fps もしくは 1080p60fps HDR の映像を映して録画可能。OBS に映った映像・音声の遅延がトップクラスで少ない。Android のスマホにカメラ映像を映すことも可能。製品本体の値段が安く、ゲーム実況するならその他機材も安く済ませることは可能といった感じで、デメリットとしてはパススルー出力ができない。HDMI 分配器を使用することで遅延のない映像を見れるがコスパが悪いので注意。長時間使用していると少し熱い。設定が少し大変といった感じになっているので、このような部分をチェックしてもらえたらと思います。ちなみに動作環境としてはこのようになっています。自分が使用している PC で使用することができるのか確認してみてください。もしもいまいち意味がわからないという場合は、この後に診断ツールという自分の PC でこの製品を使用することができるのか簡単に調べることができるツールの使い方を解説するので、そちらの情報を参考にしてみてください。それでは BU113 の性能についてですが、何を言っているのかわからないという人もいると思うので、ここからは実際に使用してみたレビューも交えながら各性能を詳細に解説していきます。図を使いながら解説していきますが、この BU113 というキャプチャーボードは PS5 や PS4、スイッチ、スマホ、カメラなどの映像を出力できる外部機器から 4K60fps までの映像を入力することができるようになっています。そして PC に USB 接続すれば OBS などのキャプチャーソフトに 4K30fps もしくは 1080p60fps の映像を録画したり配信することが可能です。ちなみにこの製品は 1080p60fps だと HDR に対応していますが、 OBS では HDR で撮影することができなくなっています。REC Central という専用のキャプチャーソフトを使用しないと HDR で撮影することはできないので注意してください。あと BU113 の公式ページを確認してみると、 PC ではなく Android のスマホに BU113 を接続することでカメラ映像を Android のスマホに映せる機能もあるみたいです。自分は Android を使用していないので検証することができなかったのですが、ライブストリーマーというアプリと併用することで可能になるみたいなので、気になる人はチェックしてみてください。次にその他の機能について解説していきますが、この製品には遅延がない映像を別のモニターに映し出すことができるパススルー出力ができなくなっています。パススルー出力ができないということは、若干の遅延が発生しているキャプチャーソフトに映ったゲーム映像を見ながらプレイしなければならないので、ゲーム実況がやりにくくなっているんですよね。一応こちらの HDMI 分配器という機材を使用してこのように接続することで、パススルー出力しているような遅延のなさでプレイすることは可能です。しかしパススルー出力用のモニターを準備するのはもちろん、 HDMI 分配器の購入費用がかかったり配線がごちゃごちゃするというデメリットがあるので、個人的にはあまりお勧めしていない方法となっています。そのためパススルー出力ができないこの手のキャプチャーボードは、パススルー出力が必須ではないカメラ用のキャプチャーボードと表現されて販売されていることがほとんどとなっていますね。しかしこれはあくまで建前上の表現というのが自分の率直な感想で、実際に使用してみて感じたこととしては、カメラ用のキャプチャーボードという表現ではなく、パススルー出力用のモニターを準備できなくてキャプボ購入費用も抑えたい人用のキャプチャーボードっていうのが正しい表現なのかなと思っています。これは一体どういうことなのか詳しく理解するためにはエンコード方式について理解する必要があるので、これから詳しく解説していきます。
次にエンコード方式について解説していきますが、各外部機器からの映像を PC のキャプチャーソフトに移すには、エンコードというデータの変換作業を行ってあげる必要があります。このエンコードを行うやり方は2種類存在していて、BU113 の場合はソフトウェアエンコードでエンコードを行うようになっていますね。このソフトウェアエンコードの特徴としては、映像の処理を PC に任せることになるので、少ない遅延で OBS などのキャプチャーソフトに映像を表示させることができるという特徴があります。ちなみにソフトウェアエンコードの性能というのは製品によって優劣があり、 HDMI 分配器を使用した遅延のない映像と OBS に映った若干の遅延がある映像、この2つの映像を比べてみると、この動画のように約 0.07 秒という遅延になっていました。今までたくさんのキャプチャーボードを使用してきましたが、 OBS に映った映像の遅延が約 0.1 秒以内ならば、その映像を見ながら PC に接続したヘッドホンから音声を聞きながらゲームをプレイできるギリギリの遅延になっています。しかしこの BU113 の場合は約 0.07 秒という外付けキャプチャーボードの中でもトップクラスで少ない遅延になっているので、シューティングゲームのような動きが速いゲームをプレイする場合でも OBS に映った画面を見ながらゲーム実況を行うことが可能です。ちなみにスマホゲーム実況を行いたい人もいると思いますが、スマホの映像を OBS に移すにはキャプチャーボードとスマホの間に HDMI 変換ケーブルを接続する必要があります。例えば iPhone を使用するならば Apple 純正品のライトニングデジタル AV アダプターを推奨しているのですが、これを接続すると約 0.01 秒ほど遅延時間が増えてしまうんですよね。しかしこの BU113 を使用すれば約 0.01 秒の遅延時間が増えたとしても、トータルで約 0.08 秒の遅延時間にしかならないので、スマホゲームをプレイしたい人にも非常にお勧めできる製品となっています。もしも約 0.07 秒の遅延すら気になるのであれば、元からパススルー出力ができるキャプチャーボードを購入してほしいのですが、性能がいいキャプチャーボードを購入しようとすると金額がどうしても高くなってきます。しかし BU113 と OBS を使用すれば約 0.07 秒という少ない遅延でプレイができます。さらにパススルー出力するためのモニターを準備したり、 HDMI 分配器を準備したり、パススルー出力ができるお高いキャプチャーボードを準備したりする必要もありません。そのためカメラ用として購入するのもいいですが、ゲーム実況を行うために予算を少なくしたい人にも非常にお勧めできる製品となっています。なので先ほども言いましたが BU113 はカメラ用のキャプチャーボードとして表現されているのですが、パススルー出力用のモニターを準備できなくてキャプボ購入費用も抑えたい人用のキャプチャーボードというのがこの製品の本来の表現方法だと個人的には思っているので、この情報を参考にしてみてください。次に画質が気になる人も多いと思うので、実際にこのキャプチャーボードを使用して録画してみた映像を確認していこうと思います。まずは実写映像から確認していきますが、現在は BU113 にビデオカメラを接続し OBS を使用して 1080p60fps で録画しています。ちょっと顔出しはできないんですが、手元の映像を映してみるとこんな感じになりますね。実写映像の場合はカメラの性能によっても映像の質が変わってきますが、見てもらうと分かるように普通に綺麗に撮影することができています。次にゲーム実況用としても使用することができるので、 PS5 のゲーム内ムービーも撮影してみたので、こちらの実際の映像を再生してみます。実際に確認してみると分かりますが、動きが激しいところも乱れることなく綺麗に録画することができていますし、音声がおかしいところもありません。また他のキャプチャーボードと映像を比べてみても色味がおかしいということもなかったので、非常にいい性能をしています。ちなみに REC セントラルという専用のキャプチャーソフトを使用すれば 1080p60fps の解像度で録画する場合は HDR で録画することが可能となっています。OBS の場合は HDR 録画に対応していないみたいですが、フィルタ設定を行って色補正の設定を加えてあげれば HDR のような色鮮やかな映像を録画することも可能です。次に気になる点が一つあったのでそれを言っておこうかと思いますが、映像の確認のために1時間以上は実際に録画を行っていましたが、キャプチャーボード本体を触ってみると全体的に少し熱くなっていました。
基本的に機材関連は熱が原因で性能が低下してしまったり、消耗が激しくなって故障の原因にもつながってしまうので、この発熱には注意する必要があります。ただ安物の製品みたいにめちゃくちゃ熱くなるというわけではないので、適度な室温で風通しがいい場所で使用するのであれば心配はないかなって感じだったので参考にしてみてください。次にキャプチャーボードによっては 60fps で映像を映せると言っていても、実際は 30fps の映像を 60fps にした疑似フレームで映像を出力するような製品もあったりするので、 BU113 は本当に 60fps の映像を出力できるのか検証していきます。もうすでに実際に撮影した動画を動画編集ソフトに入れていますが、これをコマ送りしてみると、はい、このように1コマずつ映像が動くので確実に 60fps が出ていることがわかります。実際に1秒分の動画をコマ送りしてみたいと思います。はい、結果としてちゃんと1コマずつ映像が動き、確実に 60fps が出ていることが分かったので参考にしてみてください。ここまで BU113 の性能について解説してきましたがどうだったでしょうか。この製品についてまとめると、メリットとしては 4K60fps までの映像を入力することができる。4K30fps もしくは 1080p60fps (HDR) の映像を映して録画可能。OBS に映った映像、音声の遅延がトップクラスで少ない。Android のスマホにカメラ映像を映すことも可能。製品本体の値段が安く、ゲーム実況するならその他機材も安く済ませることが可能といった感じで、デメリットとしてはパススルー出力ができない。HDMI 分配器を使用することで遅延のない映像を見れるがコスパが悪いので注意。長時間使用していると少し熱い。設定が少し大変といった感じになっています。実際に使ってみた感想としては、画質や音声に関しては何も問題なかったですし、ソフトウェアエンコードの性能が高かったので、カメラ用のキャプチャーボードとして販売されている製品の中でトップクラスでいい製品となっています。さらに約1万円前半という安いお値段となっていますし、ゲーム実況用のキャプチャーボードとしても十分使用できる性能もあるので、パススルー出力用のモニターを準備できなくてキャプボ購入費用も抑えたい人用のキャプチャーボードという表現の方がこの製品は合っているかなと思います。ただ注意点として OBS に映った映像は約 0.07 秒の遅延があるので、この遅延がどうしても気になるのであれば最初からパススルー出力ができる製品を購入するようにしてください。最後にこの製品がどんな人におすすめなのかまとめると、カメラ映像だけでなくゲーム実況もやりたい人、ゲーム実況時は若干の遅延があっても問題ない人、少しでも機材購入費用を抑えたい人、4K30fps もしくは 1080p60fps (HDR) で録画配信したい人、このような人に非常におすすめできる製品となっているので、気になる人は説明欄の製品リンクから詳細情報をチェックしてみてください。BU113 を実際に購入してみたいと思った人もいると思いますが、アバメディアの公式サイトを確認してみると、診断ツールというものをダウンロードできるようになっています。この診断ツールを利用すれば、今自分が持っている PC で BU113 を使用することができるのか簡単に調べることができるので、実際に購入する前に確認しておくのがおすすめです。それではやり方を解説しますが、 BU113 の公式サイトのページからは診断ツールがダウンロードできなくなっていたので、代わりに GC550 プラスという製品のページからダウンロードを行っていこうと思います。説明欄に GC550 プラスの公式サイトのリンクを記載しておくので、そちらを開いてみてください。次に画面上にあるダウンロードをクリックします。するとダウンロードの欄に移動するので、診断ツールをクリックし、一番上にある最新版の診断ツールをダウンロードしてください。ブラウザで Chrome を使用している場合は、画面左下に圧縮ファイルがダウンロードされるので、ドラッグしてデスクトップ上にドロップしてください。もしも他のブラウザを使用していてどこにダウンロードされたのかわからない場合は、 PC をクリックしてダウンロードをクリックすると、アバメディア大脳接ツールハンニャラランナン .zip という圧縮ファイルがあるので、ドラッグしてデスクトップ上にドロップしてください。次に圧縮ファイルを右クリックしてプロパティをクリックします。するとこのような画面が表示されますが、全般タブの一番下のセキュリティの項目にある許可するにチェックを入れて OK をクリックしてください。次に圧縮ファイルの上で右クリックして全て展開をクリックします。するとこのような画面が表示されるので、展開場所を決めて展開をクリックしてください。すると展開されたフォルダが表示されます。
もしも表示されない場合は、展開場所を変更していないのであれば、デスクトップ上に展開したファイルが表示されているので、こちらをクリックしてください。表示された画面内のフォルダをクリックしていくと、デバイス大脳接ツール .exe というのがあるので、こちらをクリックします。しばらく待つとこのような画面が表示されるので、BU113 にだけチェックを入れて、画面左上のスタートをクリックしてください。すると英文でより正確な検出を行うために他のソフトウェアを全て閉じてネットワークに接続してくださいと表示されるので、不必要なソフトを閉じて OK をクリックすれば自分の PC で BU113 が使用できるのか診断できます。それではここからは BU113 の使い方について解説していきますが、この製品はカメラ用のキャプチャーボードとして販売されているので、今回はカメラ映像を OBS に移すまでの手順を解説していきます。各種ゲーム機やスマホの映像を映したい人もいると思いますが、そのような人向けにもしっかりとやり方を解説しているので、安心して作業を進めていってください。ちなみに使い方の手順を大まかに解説しておくと、 HDCP を解除する、BU113 を下記に接続する、必要なソフトウェアのインストールをする、OBS スタジオに映像を移すという手順で解説していきます。まずは HDCP というコピーガードを解除していきます。この作業は PS5 や PS4、iPhone、iPad を使用する場合のみに必要な作業となっており、これを行わないと映像が映りませんし、一瞬だけゲーム音が聞こえたり聞こえなかったりすることを繰り返す症状が出てしまうので注意してください。ちなみにスイッチやスマホの Android、カメラの映像を映したい場合は必要ないので飛ばしてもらって構いません。PS4 や PS5 の HDCP を解除していないという人は、説明欄にやり方を解説した動画リンクを記載しておくので、そちらから確認してみてください。ちなみに iPhone や iPad などの iOS デバイスを使用している場合は、この後に解説する REC Central という専用のキャプチャーソフトをインストールしてから HDCP の解除を行います。REC Central をインストールした後に解除方法を解説するので、ひとまず設定を飛ばしてもらって構いません。次に BU113 を各機器に接続していきます。特に決まった順番はありませんが、まずはカメラやゲーム機からの HDMI ケーブルを BU113 に接続してください。ちなみに BU113 には HDMI ケーブルが付属されていないので、カメラやゲーム機に付属されているものを使用するか自分で準備するようにしてください。また、スマホの iPhone や iPad を使用したい人もいると思いますが、その場合はライトニングデジタル AV アダプターという HDMI 変換ケーブルを iPhone や iPad に接続してから HDMI 接続する必要があります。説明欄に製品リンクを記載しておくのでチェックしてみてください。ちなみにこちらは純正品となっていますが、似たような製品で同じ機能を持った製品も販売されている場合があります。そちらは値段が安いのでそっちを購入したくなりますが、接続不良が発生しやすかったり、表示される映像の遅延時間が純正品よりも大きかったりする場合があるので、個人的にはお勧めしていません。純正品は値段が高いですが、品質が保証されていてサポートも充実しているので、基本的に純正品を購入するようにしましょう。ちなみに Android を使っている人もいると思いますが、自分は Android を使ったことがなくて接続方法がよくわからないので、他の人の動画やブログを確認したり、自力で接続方法を調べるようにしてください。HDMI ケーブルを BU113 に接続できたら USB ケーブルが付属されているので Type-C の方を BU113 に接続してください。そして反対側の Type-A の方を PC に接続すれば接続完了です。ただ注意点として PC に接続するときに USB2.0 の端子に接続してしまうと動作しないので、必ず USB3.0 以上の端子に接続するようにしてください。USB2.0 と 3.0 の見分け方がわからないという人は、説明欄に見分け方を解説した動画のリンクを記載しているのでチェックしてみてください。ちなみに全体の接続図のイメージとしてはこのようになっているので参考にしてみてください。BU113 を各機器に接続できたら必要なソフトウェアのインストールを行いますが、REC Central、OBS スタジオ、これら2つのソフトウェアをインストールしていきます。この製品のデメリットのところでも解説しましたが、設定が少し大変という理由が REC Central という専用のキャプチャーソフトをインストールしなければならないというところです。作業難易度はそこまで高くないので PC 初心者の人でも簡単に作業できますが、少し時間が必要なので頑張ってインストールしていきましょう。また時期によっては画面の仕様が変化して実際の画面とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。まずは REC Central という専用のキャプチャーソフトをダウンロードしていきます。
ちなみにキャプチャーソフトはこの後に解説する OBS スタジオを使用していく予定としています。ただ OBS を使用する場合でも REC セントラルをインストールしなければ OBS にうまく映像を映すことができなかったり iPhone や iPad を使用する場合は HDCP の解除を行うことができないので必ずインストールするようにしてください。それではやり方を解説していきますが、説明欄に ABBA メディア公式サイトの BU113 のページのリンクを記載しているので、こちらをクリックしてこのような画面を開いてみてください。開くことができたら画面左上にダウンロードというタブがあるので、こちらをクリックしてください。すると各ソフトウェアをダウンロードできるページに移動します。Windows を使用している場合はソフトウェア PC をクリックし、一番上にある最新版の REC セントラルのダウンロードボタンをクリックしてください。Mac を使用している場合はソフトウェア Mac をクリックし、一番上にある最新版の REC セントラルのダウンロードボタンをクリックしてください。ちなみに自分は Windows を使用しているので Windows でのやり方を解説していきます。ブラウザで Chrome を使用している場合は画面左下にインストーラーがダウンロードされるのでこちらをクリックしてください。もしも他のブラウザを使用していてどこにダウンロードされたのかわからない場合は PC をクリックしてダウンロードをクリックすると一番上に REC セントラルはにゃららんなん .exe というのがあるのでこちらをクリックしてください。するとお使いの PC によってはこのような画面が表示されるのではいをクリックしてください。次にこのような画面が表示されるので次へをクリックします。次にソフトウェア利用記録契約書の画面が表示されますが次へをクリックします。次にインストール先のフォルダを指定しますが特に変更することなく次へをクリックしてください。するとインストールが始まるので終わるまで待ちましょう。インストールが終わるとこのような画面が表示されるので終了をクリックしてください。すると REC セントラルが起動してこのような画面が表示されるので REC セントラルを使用したい人は画面の内容を確認しながら設定していってください。ちなみに個人的にはこの後にインストールを行う OBS スタジオを使用するのが自由度が高くて扱いやすいので REC セントラルではなく OBS を使用することを推奨しています。ただ HDR で撮影したいのであれば REC セントラルでないと HDR で映像を映すことができないので HDR 映像を撮影したい人は自力で REC セントラルの使い方を確認するようにしてください。もしも自分と同じように OBS を使用したい人はキャンセルをクリックして画面を閉じましょう。ちなみにこの時点でちゃんと映像が映るのか確認するためにカメラやゲーム機の電源を入れてみてください。REC セントラルに映像が表示されれば OBS で設定を行った場合でもちゃんと表示されます。もしも iPhone や iPad を使用している場合は HDCP というコピーガードを REC セントラルで解除しないと映像をうまく映すことができない場合があるので注意が必要です。HDCP の解除方法を解説しておきますと、まずは画面左上にある歯車マークをクリックします。次にライブストリーマーキャップ 4K をクリックし HDCP タブをクリックしてオフにチェックを入れてください。あとは画面左上の丸をクリックすると先ほどの画面に戻るので iPhone や iPad の画面が映るのか確認してみてください。最後に一つ注意点を言っておきますが OBS を使用する場合は REC セントラルは使用しないことになります。ただ REC セントラルのアンインストールは行わないようにしてください。REC セントラルのアンインストールを行うと OBS に映像が映らなくなってしまう場合がありますし iPhone や iPad を使用しているのであれば REC セントラルで HDCP が解除されている必要があるので使用しなくてもアンインストールはせずにそのまま残しておきましょう。次に OBS スタジオをインストールする方法を解説していきます。ちなみに OBS スタジオとは何なのかわからない人もいると思いますがキャプチャーボードからの映像を映し出して録画や配信が行えるソフトとなっています。先ほどの REC セントラルと同じような機能をしているソフトになっていますが無料で利用できるにもかかわらず自分好みに画面を調整したり映像やマイク音声なども細かく調整できるようになっているので個人的には OBS を使用するのを推奨しています。 OBS のインストール方法に関しては別の動画で解説しているのでまだインストールすることができていない人は説明欄の動画リンクからチェックしてみてください。次に OBS に映像を映す方法を解説していきます。ちなみに REC セントラルの画面を開いたままにしている人もいるかもしれませんが REC セントラルと OBS の両方を開いた状態だとキャプチャーボードからの映像が映らないので REC セントラルの方は閉じておいてください。また自分は Windows を使用しているので Windows 版の OBS の画面で解説していきます。まずはキャプチャーボードからの映像を表示させたいシーンを選択しソースの欄のプラスをクリックして映像キャプチャーデバイスをクリックします。
すると早々作成選択という画面が表示されますが、分かりやすい名前を付けたら OK をクリックしてください。今回は初期設定のまま解説していきます。次にプロパティが表示されるので、デバイスの項目にライブストリーマーキャップ 4K を設定してください。次に解像度 FPS タイプはカスタム、解像度は 1920×1080、FPS は出力 FPS に合わせるに設定してください。もしも 4K30fps で映像出力できるカメラを使用している場合は、解像度の項目で 3840×2160 に設定すると 4K 解像度で表示させることができますが、 FPS が最大でも 30fps となってしまうので注意してください。次に音声出力モードが音声のみをキャプチャーであることを確認したら OK をクリックしましょう。するとこのように OBS にカメラの映像が映ります。ちなみに解像度の設定で 3840×2160 にした場合は OBS の画面よりも大きく表示されてしまうので、画面内の赤い四角をドラッグして画面ぴったりになるようにサイズ調整を行ってください。他にもまだ必要な設定があるので解説していきますが、ソースの欄のプラスをクリックして音声入力キャプチャーをクリックしてください。すると早々作成選択という画面が表示されるので、分かりやすい名前を付けたら OK をクリックしてください。今回は初期設定のまま解説していきます。次にプロパティの画面が表示されるので、デバイスに HDMI ライブストリーマーキャップ 4K を選択し、デバイスのタイムスタンプを使用のチェックが外れていることを確認したら OK をクリックしてください。次に音声の設定を行っていきますが、音声ミキサーの項目にある映像キャプチャーデバイスのスピーカーマークをクリックして×印がついたミュートの状態にしてください。この状態で録画や配信を行えば、カメラに内蔵されたもしくは外部から接続されたマイク音声が入りますし、各種ゲーム機を接続している場合はその音声が入るようになります。しかし現在の状況としては PC に接続したヘッドホンからはそれらの音声が聞こえない設定になっているので、音声を聞きながら録画や配信をしたいのであれば今から解説する設定を行うようにしてください。まずは音声ミキサーの中にデスクトップ音声という項目が表示されているのか表示されていないのか確認してください。確認できたらどれでもいいので、音声ミキサーの項目にある歯車マークをクリックし、オーディオの詳細プロパティをクリックしてください。するとこのような画面が表示されますが、音声ミキサーの中にデスクトップ音声がない場合は音声入力キャプチャーの音声モニタリングをモニターと出力にしてください。もしも音声ミキサーの中にデスクトップ音声がある場合は、音声入力キャプチャーの音声モニタリングをモニターのみ出力はミュートにしてください。すると音声が聞こえるようになるので、閉じるをクリックして画面を閉じましょう。もしもこれで音声が聞こえない場合は PC 側のサウンド設定がおかしい可能性があります。 Windows 10でのやり方になりますが、デスクトップ画面右下にあるスピーカーマークの上で右クリックしてサウンドをクリックします。するとこのような画面が表示されますが、再生タブをクリックしてください。次に実際に使用しているヘッドホンをクリックして選択し、規定値に設定をクリックしてください。実際に使用しているヘッドホンにチェックマークがついたことを確認できたら OK をクリックしましょう。あとは OBS を一度閉じ、もう一度再起動してみると音声がヘッドホンから聞こえてくるので確認してみてください。ここまで来たらあとは録画や配信の設定を行えば OBS の設定は OK です。ただ今からそれを解説するとめちゃくちゃ長くなってしまうので、各外部機器ごとに OBS の録画や配信設定方法を解説した動画を作成しています。説明欄にリンクを記載しておくのでチェックしてみてください。また OBS に映した映像の画質をさらにワンランクアップさせる方法を解説した動画も作成しているので、気になる人は説明欄のリンクからチェックしてみてください。はい、これで今回の動画は終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じでキャプチャーボードの使い方や OBS の各種設定方法、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくのですぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、説明欄に動画に関連する各リンクを記載しているので、気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。